今回は日焼け止め30種を比較していきます。定番で人気の日焼け止めや SNS で話題になった日焼け止め、新しいタイプの日焼け止めなど30種を厳選しました。比較する項目はこちらの8項目です。焼けにくさ、ベタつかなさ、耐水性、落としやすさ、匂い、仕上がり、服についた時の目立ちにくさ、塗りやすさの8項目とちょっと気になる項目をまとめました。そして最後に1年前と2年前の日焼けがどこまで元の肌に戻ったかや、私のおすすめ日焼け止め3選もお話しするので、ぜひ最後までご覧ください。それでは順番に見ていきましょう。足に日焼け止めを塗って午前11時から午後2時の3時間外で過ごしました。常に日光が均一に当たるように地面に棒を置いて影の向きに合わせてその都度ベッドの向きを変えました。日焼け止めを塗る量は液体タイプ、スプレータイプ、スティックタイプ間でそれぞれ測って統一しました。足と太陽との角度に差があるので焼けやすさにも影響が出るのかを確認するため、ビオレのウォータリーエッセンスを2箇所に塗りました。それでは焼いていきます。30分後、1時間後、1時間半後、2時間後、2時間半後、3時間後。赤みが引いた1週間後の写真で結果を見ていきます。何も塗っていなかったところはかなり焼けてしまいました。2箇所に塗っていたビオレはこのくらいの差がありました。紫外線量を測定しても左側の方が高く焼けやすい条件だったので、左側2列の判定を優しめにします。3位はニベアのウォータージェル、マミー、3カットのミスト、3カットのスプレーです。この4つは焼けてしまいました。2位はスキンアクアのスーパーモイスチャージェル、ドクター G、紫外線予報のスプレー、紫外線予報のスティックです。この4つは少し焼けてしまいました。1位は3カットのジェル、スキンアクアのジェルゴールド、スキンアクアのトーンアップ、ニベアのプロテクト&ケアジェル、アリーのジェル、アリーのミルク、アネッサのジェル、アネッサのミルク、ビオレのウォータリーエッセンス、アスリズム、キャンメイク、メラノ CC、石器製、ベルディオ、ビオレのキッズピアミルク、アネッサのマイルドミルク、ビオレのローション、3カットのムース、ビオレのミスト、アネッサのスプレー、3カットのスティック、ネイチャーリパブリックです。かなり日焼けを防いでくれたと思います。UV ライトに反応して色が変わるビーズやシートを使って事前に焼けにくさを検証していました。先ほど見ていただいた肌を焼いた検証と比べてみると結果はほとんど同じでした。ただ一つだけ結果が違うものがありました。紫外線予報のスティックは UV ライトでの検証だとスティックの中で一番焼けていなかったのですが、実際に肌を焼いた検証では一番焼けてしまっていました。なのでスティック3種類の焼けにくさを追加検証しました。スティック3種類を腕に塗って3時間外で過ごしました。結果は同じで紫外線予報が一番焼けてしまいました。そこで足を焼いた時の写真を見返したところ、焼き始めから2時間まで紫外線予報の赤みは1位だった日焼け止めと変わらないのですが、2時間半から3時間後になると一気に他のものよりも赤みが増えていました。UV ライトを使った検証はあくまで一時的に紫外線に当たった場合の焼けにくさなので、長時間紫外線に当たった場合は焼けてしまう可能性があるので注意しましょう。日焼け止めを四角く塗って10分後にビーズをかけます。手を逆さにして叩いてビーズを落とし、ビーズがどのくらいついているのかを見ていきます。何も塗っていない手だとビーズは全くつきません。それでは結果を見ていきます。4位はアリーのミルク、アネッサのジェル、ベルディオ、ビオレのキッズピアミルク、アネッサのマイルドミルク、ビオレのローション、
3カットのムース、3カットのミスト、3カットのスティックです。この9個は実際に触ってみてもぬるっとした感じが残っていたり、ペタッとする感じがあります。3位はスキンアクアのジェルゴールド、アリーのジェル、マミー、ビオレのミスト、3カットのスプレーです。この5個は実際に触ってみても少ししっとりする感じがあります。2位はスキンアクアのスーパーモイスチャージェル、ニベアのプロテクター&ケアジェル、キャンメイク、ネイチャーリパブリックです。この4個は実際に触ってみてもそんなにベタベタするような感じはありません。1位は3カットのジェル、スキンアクアのトーンアップ、ニベアのウォータージェル、アネッサのミルク、ビオレのウォータリーエッセンス、アスリズム、メラノ CC、石器製、ドクター G、アネッサのスプレー、紫外線予報のスプレー、紫外線予報のスティックです。この12個は実際に触ってみてもベタつく感じはほとんどなく使いやすいと思います。特に紫外線予報の2つは本当にサラサラしていて塗っている感じがありません。腕に日焼け止めを塗って10分後に水の中で100回優しくこすります。塗った直後の日焼け止めと比べてどのくらい落ちているのかを見ていきます。3位はスキンアクアのジェルゴールド、マミー、アネッサのマイルドミルク、3カットのスプレーです。この4個は塗った直後よりも明らかに薄くなっています。特にスキンアクアのジェルゴールド、マミーは霧吹きで水をかけただけでもすぐに落ちてしまいました。2位は3カットのジェル、スキンアクアのスーパーモイスチャージェル、スキンアクアのトーンアップ、ニベアのウォータージェル、ニベアのプロテクター&ケアジェル、アリーのジェル、アネッサのジェル、ビオレのウォータリーエッセンス、アスリズム、キャンメイク、メラノ CC、石器製、ドクター G、ベルディオ、ビオレのキッズピュアミルク、ビオレのローション、3カットのムース、3カットのミスト、ビオレのミスト、アネッサのスプレー、紫外線予報のスプレー、3カットのスティックです。この22個は少し薄くはなりますが、ある程度残っています。1位はアリーのミルク、アネッサのミルク、ネイチャーリパブリック、紫外線予報のスティックです。この4つはほとんど落ちていません。全体として子供用は例外ですが、ミルクタイプの日焼け止めは水に強い印象でした。ドクター G 以外は石鹸落ちや洗顔料落ちを謳っているので、足に日焼け止めを塗ってしっかり定着した30分後にボディーソープでこすります。洗う前と比べてどのくらい落ちているのかを見ていきます。4位は3カットのジェル、ニベアのプロテクター&ケアジェル、アネッサのジェル、キャンメイク、石器製、3カットのスティックです。この6個はまだかなり残っています。3位はスキンアクアのスーパーモイスチャージェル、スキンアクアのトーンアップ、アリーのジェル、アネッサのミルク、ビオレのウォータリーエッセンス、アスリズム、メラノ CC、マミー、ビオレのミスト、紫外線予報のスプレーです。この10個はある程度落ちていますが、まだ残っています。2位はスキンアクアのジェルゴールド、ニベアのウォータージェル、ドクター G、ベルディオ、ビオレのローション、アネッサのスプレー、ネイチャーリパブリック、紫外線予報のスティックです。この8個はかなり落ちていますが、あと少し残っています。1位はアリーのミルク、ビオレのキッズピュアミルク、アネッサのマイルドミルク、3カットのムース、3カットのミスト、3カットのスプレーです。この6個はほとんど綺麗に落ちていると思います。この後さらにクレンジングをするとこうなりました。4位だったものも薄くはなっていますが、3カットのスティック以外まだ残っています。2位や3位だったものはほとんど落ちていると思います。実際に嗅いだ匂いを強さ順で並べるとこうなりました。
匂いが強いものでも好みの匂いであれば問題なく使うことができると思います。サンカットのミストとビオレのミストは塗ってすぐはアルコールの匂いが強いのですが、すぐに消えます。アリーのジェル、石器製、アリーのミルク、ドクター G、ビオレのキッズピュアミルク、アネッサのマイルドミルク、サンカットのムース、サンカットのスティックは外に出た時に日焼け止め特有の匂いがします。その中でも特にこの6個は隣にいる人が分かってしまうくらい匂いがしてしまいます。日焼け止めを手に塗って10分後の仕上がりを見ていきます。白さとツヤ感の強さで仕上がりを分類するとこのような結果になりました。それぞれ詳しく仕上がりを見ていきます。まずは一番白かったグループを見ていきます。何も塗っていない手と比べると青白いので浮いて見えやすい感じがします。実際に顔に塗った時も少し顔色が悪いように見えました。次は少し白くてツヤ感が強かったグループを見ていきます。何も塗っていない手と比べると少し白いですがトーンアップの範囲かなと思います。ビオレのキッズピュアミルク、アネッサのマイルドミルクはオイルっぽい仕上がりなのでテカリに見えやすいかもしれません。次は少し白くて少しツヤ感があるグループを見ていきます。このグループも何も塗っていない手と比べると少し白いですがトーンアップの範囲かなと思います。スキンアクアのトーンアップとメラノ CC は少しラメっぽいキラキラした仕上がりです。次は無色でツヤ感が強いグループを見ていきます。何も塗っていない手と比べるとツヤ感が強く、塗る量によってはテカリに見えやすいかなと思います。次は無色で少しツヤ感があるグループを見ていきます。何も塗っていない手と比べると少しツヤ感があるだけなのですごく使いやすいと思います。次は無色でツヤ感がないグループを見ていきます。何も塗っていない手と比べるとほとんど同じ見た目をしています。見た目が変わってほしくない方はこのグループから選ぶといいと思います。最後にもう一度全体で見てみます。全体で見てもアリーのミルクが白く浮いている感じがします。黒と白の服に日焼け止めがついてしまった場合、目立つかどうかを調べました。それぞれ日焼け止めの液が直接ついてしまった場合と、塗った後に擦れてついてしまった場合の2パターン調べました。まずは黒い服に直接ついてしまった場合から見ていきます。黒い服の場合は全体として仕上がりが白いものが白く見えやすい傾向がありました。なので仕上がりの色別で見ていきます。まずは仕上がりが白かったものから見ていきます。この10個は仕上がりが白かったものですが、すべて服についた時も白く見えています。次は仕上がりが無色だったものを見ていきます。この20個は仕上がりが無色のものですが、仕上がりが白くなくても乾くと白くなることがあるので、黒い服の場合は直接つかないように気をつけた方がいいかなと思います。塗った後に服が擦れてしまった場合、全体的に直接ついてしまった場合よりも目立ちにくくなります。まずは仕上がりが白かったものから見ていきます。直接ついてしまった場合と比べると薄くはなっていますが、擦れた場合も少し白く見えています。次に仕上がりが無色だったものを見ていきます。直接ついてしまった場合に白く見えてしまっていたものも擦れた場合だとほとんど見えなくなります。ただベルディオ、ネイチャーリパブリック、紫外線予報のスティックは擦れた場合でも少し白く見えてしまいます。次に白い服に直接ついてしまった場合を見ていきます。白く見えるものもありますが、黒い服の時よりも目立ちにくいと思います。スキンアクアのトーンアップは紫色ですごく目立ちます。塗った後に服が擦れてしまった場合、ほとんどついているのがわかりません。
白い服の場合だと擦れは気にしなくてもいいのかなと思いました。全体的に黒い服だと目立ちやすくて、白い服の場合は目立ちにくいので、黒い服で日焼け止めを塗る場合だけ特に気をつけてくださいという結論にしようと思ったのですが、日光が当たった時に白い服がとんでもない見え方をしたので、こちらをご覧ください。これは直接服に日焼け止めがついてしまった場合の画像ですが、日光に当たるとほとんどの日焼け止めが黄色く見えてしまいました。室内だとほとんど黄色く見えないので、塗る時にちょっとついてしまったけどあんまり目立たないなと思っていても、外に出るとすごく黄色く見えるという可能性があります。塗った後に服が擦れてしまった場合も薄くですが黄色く見えます。なので白い服の場合でも塗るときは服につかないように気をつけた方がいいと思います。伸びの良さ、馴染みやすさ、きしみにくさの観点で塗りやすいと感じたものをランキングにしました。ミストやスプレー、スティックは使用方法が異なるので、今回ランキングには含めませんでした。1位の6個はどれも本当にみずみずしくて塗りやすいと思います。特にビオレのローションは水のような塗り心地で肌に馴染む速度もすごく速いです。3位のアネッサのジェルは塗っている途中でムラになりそうになるため少し塗りにくさを感じました。アリーのミルク、アネッサのミルク、ビオレのキッズピュアミルク、アネッサのマイルドミルクは塗っている時にカサカサきしむような感じがあります。アリーのミルク、ビオレのキッズピュアミルク、アネッサのマイルドミルクは馴染む速度が遅く、ずっと白い筋のようなムラになるので塗りにくく感じました。ランキングにはしませんでしたが、ミスト、スプレー、スティックの塗りやすさの特徴を見ていきます。ミストはかけるときに均一にかけるのが難しく、一箇所に集中してしまいました。なのでかけた後にしっかり手で伸ばした方が焼けにくさのムラがなくなると思います。スプレーはプッシュしたまま広範囲に広げることができるので、ミストよりもムラになりにくいです。なのでかけたままでも大丈夫ですが、手で伸ばしてあげた方がより焼けにくさのムラが少なくなると思います。スティックは肌の平らな部分はムラになりにくく、綺麗に塗ることができます。ただ骨張っているところなど凹凸がある部分は塗りにくいので、指で伸ばすと綺麗に塗れると思います。ちょっと気になる項目や使う時の特徴をまとめました。紫外線予報のスプレーは他のものと比べると大きいので少し持ち運びづらいかなと思います。スプレータイプの日焼け止めは顔に直接かけないでくださいと書いてあるものが多いのですが、紫外線予報のスプレーだけは顔に直接かけても大丈夫と書いてありました。他のスプレーは勢いが強く一箇所にかかりやすいのに対して、紫外線予報はふわっとムラなくかかるからなのかなと思います。メイクの上から塗り直したい時にもすごく使いやすいと思いました。今回の動画の日焼けが1年でどのくらい元の肌に戻ったのかと、前回の動画の日焼けが2年でどのくらい元の肌に戻ったのかを公開します。まずはこの日焼けから1年後の肌を見ていきます。1年でこのくらい戻りました。全体的にかなり薄くはなっていますが、焼けてしまった部分はまだ少し残っているかなと思います。次はこの日焼けから2年後の肌を見ていきます。2年でこのくらい戻りました。日焼け止めを塗っていたところはもうほとんどわからないくらい元の肌に戻っています。日焼け止めなしだったところは2年経ってもまだ濃く残っています。日焼け止めの大切さがわかる結果だと思います。最後に私のおすすめ日焼け止め3選を発表していきます。まず普段使いでおすすめなのがサンカットのジェルとビオレのウォータリーエッセンスです。
この2つは値段が安いのでたっぷり塗りやすいです。塗る量が少なくなると焼けやすくなってしまうので、たっぷり塗れるものが普段使いにおすすめかなと思います。使用感もとてもいいので、個人的にすごくおすすめです。次に海やプールなどでおすすめなのがアネッサのミルクです。他のミルクタイプよりも白浮きしにくくて肌に馴染みやすいのが使いやすくていいと思いました。肝心の耐水性もしっかりあるので、海やプールへ行くときにおすすめです。長い動画になってしまいましたが、最後まで見ていただいてありがとうございました。